皆さんおはようございます。スペースアートダンス TV で今日もエナジー全開ステップアップを目指していきましょう。この動画は足上げバリエーションシリーズ実践の3で練習していただいているメニューを詳しく技術的に解説していく動画となっています。膝下の技術を使ってかっこよく踊るダンサーを見たことってありませんか？いざ真似してみようと思うとすごく難しいことに気づくと思います。特にダンス初心者のうちに習う基礎ステップは膝を上げるだけの意識でとどまる技術が多いのもこれが大きい理由だと思います。膝下を自由自在に扱うためには膝下を意識するよりも股関節や骨盤を傾ける意識の方が大事です。このボディコントロールは非常に難しいため丁寧に解説するとともに見てくださっている皆様がご自身でチェックできるポイントやコツまでお伝えしていければいいなと思っています。足上げバリエーションシリーズではまとめ解説動画を皮切りに実践練習動画を5本にわたってお届けしていきます。各実践練習動画に対して解説編もセットで公開していきますので、実践編プラス解説編で知識の方も技術の方もバランスよく向上していただける、そんなシリーズにしたいと思っています。ステップマスターを目指すためにもぜひ一緒にトライしていきましょう。関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV ではダンスを様々な角度から楽しめるコンテンツをお届けしています。チャンネル登録、グッドボタン、通知ボタン、ぜひポチッとよろしくお願いいたします。想像以上にバランスの確保が難しいので掛け合わせているアップダウンの技術、これは常日頃からレベルアップを目指していただきたいです。それでは行きましょう。5、6、7、レッツゴー。それではポジションや軌道のところを中心に解説していきたいと思います。このセクションでは特に足を上げるというところに集中して解説していきたいと思います。その前に全動画でもご説明しているんですが、今回の足上げバリエーションシリーズでご紹介したい足上げは2つ。1つは足を1本にして扱う。もう1つは膝下を扱う技術。今回の動画がこれにあたるんですが、その中でも膝が近い状態で膝下を扱う技術と膝をできるだけ離して膝を上げながら扱っていく技術、この2つをご紹介したいと思っています。この2つの技術って似ているようで全然やり方が違うので、その辺も詳しく解説していきますね。結構こういう動き見たりしますよね。これまずは膝が近いバージョンからご紹介していきたいと思います。すごく当たり前のことなんですけれども、膝下って後ろにしか曲がらなくて、実は膝下だけで横に曲げることはできないんですよね。さらに言えば前も伸びた状態以上にこっち側に曲がることはできない。つまり後ろにしか曲がらないのになんで膝下が横に行って見えるのというところが大事になってきますよね。これが股関節に秘密があります。股関節ってこのお皿のようなところに丸い骨がカポッとはまってるようなイメージをしてみてください。丸なのでこのように回りながら動くことができるんです。ですので軽くですけど膝上げてみてください。軽くていいです。そのまま股関節をねじるようにしているから横に膝下が見えるようになるんだ。逆もそうですね。横に見えるようになるためには実は股関節でコントロールしているということを押さえておいてください。後ろに上げるバックキックの場合はそんなに意識することはないんですけれども、前側でガニ股や内股に見せるときは股関節で回している、これをイメージするようにしてみてください。さあそうしますと膝が近いバージョンであればこのポジションとこのポジションとそしてバックキックのこの3つ使い分けられるようにしていただきたいです。さあそれでは膝をしっかり上げた状態でガニ股や内股にするバージョンをご紹介していきます。先ほどもお伝えしたように膝は後ろにしか曲がらない、膝下は後ろにしか行かないということであれば股関節を使えばいいだろうと。あれ、そうすると斜めにしかならないなということに気づいていただけます。ですのでこれをできれば地面と平行に上げるためには骨盤の傾斜、斜めを使っていきます。それに連動して軸足のことも大事になるんですが Tips コーナーで説明しますね。じゃあどういうことかというと、足をしっかりと骨盤の高さぐらいまで上げてください。そしたらできるだけ股関節でねじるタイミング、場所覚えていただき、さらに骨盤を傾斜させていけば一瞬だけですけどうんと、膝を上げることができます。
そうすると膝が高い状態でも膝下がガニ股にしっかり見えたり内股に見えたりするようになりますので、ここは押さえておくようにしましょう。整理しますと、膝が近い場合は股関節だけで扱える。膝を高くすればするほど股関節プラス骨盤の傾斜まで使わなきゃいけない。これをうまくするためには腰でのアップダウンっていうものをうまくしていく必要がありますので、別動画練習できるのもありますので、そちらも参考にしてみてください。今回の解説編は実践編を元にしていますが、実践編の方ではこれにアップダウンを掛け合わせていただいています。つまり膝が近いバージョンでのガニ股、これにダウンやアップを入れていく。膝が近いバージョンの内股、はい、股関節ねじってますね。これにダウンを入れていく。そしてアップも入れていく。バックキックも入れてますね。アップやダウンを入れています。そして膝が高いバージョン、これ難しいです。この状態でアップアップ、そしてダウンダウン、比較的ダウンの方が簡単かな。で内股でアップアップで次はダウンですね。ダウンダウンと頻繁に使うっていう技術じゃないですし、連続でやるっていうこともあんまりないかなと思うんですけれども、マスターしておいて損はないです。というのも軌道のところにすごく秘密が隠されています。膝が近いよりも膝が高い方が難しいので、こっちで説明していきますが、先ほども皆さんに見せた時にここ上げた状態でゆっくり確認した時って骨盤を傾斜させようと思ってもなかなか理想のところにはいかないじゃないですか。ですので軌道でこのスナップを使っていく必要があります。イメージとしてはこういう感じですかね。この手首のところが骨盤です。骨盤をちょっと振ってから股関節をねじり込んでいく。できるだけゆっくりやりますけれども、骨盤を少し振ってからタイミングを合わせて、はい、スナップかけていくと少しブルルンという動きが流れとなって伝わって足先がちょっと高く見えるっていう風になるんですね。しかしこれは一瞬しかキープできない場所ですので、自分の軸足のタイミング、アップダウンのタイミングとうまく合わせながらアクセントを取っていく必要があります。逆も同じですね。少し私は円を描くように軌道を作り、さらにちょっとね内股が股関節硬い関係で苦手なのでちょっと斜めに逃げながら、はい、少しバランス取りながら回していってポンといくようなイメージで行っています。これ人によっては円描かない方がいいっていう方も柔軟性によって違ってくると思いますので、この勢いのスナップの付け方っていうのを自分の中で一番いいところを探していくっていうのが大事かと思います。私は足上げの中でもこの膝を高く上げた内股、ガニ股、膝下を扱うというのが非常に難しいと感じているんですけれども、結構ダイナミックな動きですし、強いアクセント、インパクトを残したい時なんかに使っているダンスチームなんかもよく見るので、ぜひマスターをしていただきたいです。さあこのセクションではしっかりと足を上げた時のコントロールについて集中してきましたが、その他軸足だったりとか上半身の使い方についてこの後の Tips コーナーで触れていきたいと思います。さあそれでは Tips コーナーに移っていきましょう。このね Tips の中に股関節だったり骨盤の傾斜について入れてもよかったんですけれども、どうしてもテクニック上の都合でポジションや軌道のところで解説させていただきました。ですのでまずは上半身のところからちょっとバランスを取るために説明させていただきたいと思います。今回はアップダウンを掛け合わせていますが、骨盤を傾斜させる関係でまっすぐとダウンを入れるのが非常に難しいです。もちろんアップも同じですね。ですので右胸と左胸を分離してこのようにダウンを行っていく、逆にアップを行っていく、これを私はフレーバーと呼んでいますが、こちらの技術が必須になってきます。どういうことかと言いますと、例えばガニ股で膝を高く上げた時っていうのは骨盤はこちらに傾斜されますよね。ですのでダウンを入れたい場合ですけど、こっちを絞り込むことによってダウンを取っていきます。対してもしこっちを使ってしまった場合はオフバランスが起こってしまってバランスが崩れてしまうということにつながります。対してアップの場合はどっちがバランスが取りやすいんだろうと皆さんもやりながら考えていただくと分かると思うんですが、こっち側の方が取りやすいですよね。もしこっちで行こうとすると、よいしょ、
はい、体にかなりのツイストが起こってしまって腰を痛めやすいなと私は今感じました。ですので自分の中でやりやすい方を探していく、そしてこっちかな、探していくとバランスが取りやすいと思います。内股もやっておきましょうかね。こっちに骨盤が斜めになるわけだから余っているのはどっちだろう。じゃあこっちで取ってみようかと考えてみましょう。はい、同じ方向に行ってしまったので戻ってくることができませんでした。ですのでこっちですね、こっち側でと取っていった方がいいと。じゃあ対してアップはどうだろう。左側からやってみようと。よいしょ、 OK。 やっぱりこれちょっと難しいなという感じがします。じゃあ右胸はどうだろうって言った時に、こっちの方が余ってるんだということに気づくと思います。そして一つ前の解説2でもお伝えしているんですが、腕をこのようにキーハンドブランコのように使うことによってバランスも取りやすくなっていったりしますので、うまくバランスを取るために腕まで使う、そして胸はフレーバーを使う、この2点からいいバランスを取るようにしてみてください。さあ次です。軸足について話を移していきたいと思います。さあ普通のアップダウンで言えば、特にアップですね。アップっていうのは膝が下にある時に胸が下にあって上でアクセントを取るということで、両方ね膝も胸も同じでやりやすいんですが、今回の技術はどうしても膝を下げなければいけません。強度が少ない膝下でやってみますけれども、これをこういうふうにやるのは非常に難しいです。ですのでこうですね、膝を曲げるのと足を上げる、これテレコになってますよね。そうです。ダウンは取りやすいですよね。膝と同じだ、シンクロしてるんだということで考えて、膝下であればまっすぐでも取れるし、もうこの時点からフレーバー入れてもいいですし、アップになると状況が変わってきます。膝は下に行くのに胸をアップさせなきゃいけないです。これをマスターしていくのに私はブレイクダウンいいんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけれども、ブレイクダウンこういう動きですけれども、膝が下がった時にアップをする感覚っていうのはそれでつかめるようになりますので、膝が下がった時にアップ、この感覚まず基礎としてマスターしちゃいましょう。でこれができればこうですね、こうですね。でこれを片足で行えるようにして、そして上げ足とリンクさせながらできるようにしていくと、この段階を踏んで練習していけば絶対にできるんじゃないかなと思います。ちょっと難しいですけど。で内股なんかは私苦手なので異次元で難しいなと思うんですけれども、こうですね、こうですね、アップ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 、このタイミングをつかむのは結構ね初心者の頃っていうのは難しいんじゃないかと思いますので、アップダウンでも膝を曲げた時にアップになることもあれば、膝を伸ばした時にダウンになることもあるんだ。これを覚えておくといいと思います。さあ今は動きの話になりましたけど、軸足の使い方に話を移していきます。膝が近いバージョンの時ってそんなにですね、足の裏が揺れることってあんまりないんですけれども、先ほども言いましたけど、膝を高くスナップを使ってガニ股や内股に持っていく時ってかなり足の裏が揺れてしまうんですね。ですのでこれ私はなんですけれども、足の裏を7分割して、コントロールしようよという動画も出してるんですが、この小指球とかかとをつないだライン、私は外ラインと言っています。そして母指球とかかとをつないだラインを内ラインと言っていますが、骨盤がこっちから右から左へスナップするのであれば、その反対である外ラインから内ラインにスナップしていく、相殺していくというイメージです。これを入れてあげるとかなり強度を持ってバチンと当たって、さらにここの膝下のスナップが効くようになりますので、こうですね、極端にやってますよ。これ怪我するので本気でやらないでくださいね。ここからこういうイメージですね。でこれを怪我のないように、関節に負担のかからない程度にブンツッタズカブンツッタズカブンツッタと行っていくように練習していく。最初は単発がいいと思います。じゃあ内側の時はどうだって言った時に、先ほど私はこっちに行ったので、思ってるよりも前側に体重を乗せておくんですね。こっちからこっちに振っていきたい、こっちからこっちに振っていきたい。その反対だからこっちですね。内ラインに乗せてお尻はこっち。極端にやってますよ。もっともう本当に2000センチぐらいの範囲なんですけど、今は極端にやってます。そこから足を上げる時にこういう感じですね。これをイメージしながら、ここからブンツッタガブンツッタガブン
言い方を変えると、自分の芯に対してお尻は出たんだから、その分を足の裏で体重をコントロールしようよ。つまり実は芯自体は動いてないんだっていうことになりますよね。だからちょうど当たる時に真ん中で当たってもらって、そして次のリズムにつなげる軌道に移っていくんだと。ちょっとだけ難しい話ですけども、そういう原理になっていますので、一番はタイミングを合わせるということですね。それをスナップで、この一瞬ですね、この一瞬とうまく足の裏を踏み込むタイミングを合わせるように練習してみてください。さあ、今回は膝下を扱う技術、主に膝近と膝高いと2種類ご紹介しましたが、これをアップダウンで掛け合わせていきました。次回の動画ではこの胸のアップダウンをノリに変えていこうと思っているんですけれども、これまた難しいポイントがあったりとかします。膝下で物を扱うと言っても、膝が近いバージョン、要は低いのと高いのではだいぶやり方が違うんだということを分かっていただけたところで、ぜひねプラスしてノリの技術でも掛け合わせられるように練習していただきたいです。それでは Tips コーナーを終わりにしたいと思います。皆さんお疲れ様でした。膝下を扱う技術とアップダウンとの掛け合わせ、こちらについて理解は深まりましたでしょうか。ダンスを続けていてもすっごく当たり前なんだけど、気づかずに続けている練習ってありますよね。今回は膝って後ろにしか曲がらないっていうことがそれに当たってくると思うんですけど、私自身もダンス歴6年7年ぐらいの頃にハッと気づいて、なんで膝下のこと気づけなかったんだろうとちょっと落ち込んだりもしました。新たな気づきがあればボディコントロールにも工夫が付け加えられますし、ぜひいろんな角度からダンスを追求してみてくださいね。それでは簡単に復習していきましょう。膝下を扱う足上げを解説しました。アップダウンとの掛け合わせには、傾けるアップダウン、フレーバーを別に練習する必要があります。股関節や骨盤を意識することで、より多くのシルエットをゲットすることができます。膝下のみと膝下足上げではやり方を変える必要があります。足上げバリエーションシリーズではまとめ解説動画を皮切りに全部で5本の実践練習動画をお届けしていきます。各実践練習動画には別に解説編をセットでアップしていきます。実践編プラス解説編で知識の方も技術の方もバランスよく向上していただきたい、そんなシリーズにしていきたいと思っています。ステップマスターを目指すためにもぜひトライしていただきたい内容です。ステップが上達する秘訣として、足の運び8方向、足上げ5方向、足のクロス4方向、これらのシリーズも必ず皆さんのお役に立てることと思いますので、お時間がある時に見てください。またクラブステップチャールストンの応用編、こちらの動画もすでにアップ済みです。もしこのステップで応用編作ってほしいんだよねなんていうご要望がございましたら、本当に助かりますので、コメント欄の方に教えていただけたらすぐに動画作りたいと思います。関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV では皆様がエナジーあふれるダンスライフを送れるように、そして少しでもハッピーにつながるように動画を作っていきたいと思っています。チャンネル登録、グッドボタン、頻度高く更新もしていますので、ぜひ通知ボタンまでポチッとどうぞよろしくお願いいたします。いつもご視聴いただいている皆様、本当にありがとうございます。以前の動画でお腹にガスが溜まる原因として食事中に空気を飲み込んじゃう、そんな話をしました。私自身食べるのがとても下手くそで、食べてる時に空気を一緒に飲み込んじゃう、これは子供の時からの癖です。で、お腹がね張る方って結構いらっしゃるって聞いたことがあるので、そうするとダンスの練習にも少し集中できないじゃないですか。その経験を最近しています。なので気になったので少し先を調べてみました。まず急いで食べること、そしてあまり噛まずに飲み込むこと、これはガスが溜まりやすくなる原因だそうです。ものすごく思い当たる節あります。あと人と会話をしながら食事をするとガスが溜まりやすくなるっていうこともあるそうなんですね。これもめちゃめちゃ思い当たる節ありです。なかなか癖って治るものじゃないと思うんですけれども、ちょっとね練習中に本当に集中できなくなるぐらいガスが溜まっちゃっているので、少しずつ改善できるようにトライしていきたいと思っています。もし皆様の中でもこういう方がいらっしゃいましたら、ぜひねコメント欄で一緒に対策考えていきましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。